こんにちは、つんです。ずっと完売で買えなかった人気アイテムが2ヶ月待ってやっと再入荷したので購入しました。ステンレスコーティングパネルシニオンです。SNS でもかなり話題になっていたので見たことがある方も多いかもしれないですね。タイルのような見た目ですが、厚さ 1.5mm で 45g ととっても薄くて軽いです。裏面はコルクになっていて、表面は鉄にステンレスをコーティングしたスーパースチールという技術で、なんとこれ磁石がくっつくんです。普通のタイルとかタイル風壁紙ではかなわなかった浮かせる収納が簡単に作れるというわけですね。はい、こちら現在の我が家の洗面所。今まではトタン板を両面テープで貼って夫の電気シェーバーなどを浮かせていましたが、見た目はタイルの方がいいに決まっていますよね。シニオンを初めて知った時はもう待ちに待ったアイテムが出たと思いました。商品のリンクは概要欄に記載しておきますが、カラーはツヤありが4色、マットカラーが6色あります。やはりマットカラーの方が人気のようで、特に私が欲しかったホワイト、グレー、グレージュは気がついた時にはすでに完売。首を長くして再入荷を待っていました。もうみんなこんな商品待ってたんですね、やっぱり。ちなみに左がグレーで隣がグレージュです。こういうのは実際の色を見てみないと決められないんですけど、サンプルはないので2枚セットを購入しました。そして3色を洗面所に並べて1週間、剥げるかと思うぐらい悩みましたが、結局無難な白に決めました。冒険できないタイプなんですよね。ということで早速貼っていこうと思います。失敗談とか注意点なども合わせてレビューをするので、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、洗面所のこちらの壁にシニオンを貼っていきたいと思います。余談ですが、自分で貼った壁紙の失敗をついに隠蔽できる時が来ました。ここはスイッチがある上に凹凸やカーブまであるので、DIY 初心者にはややハードルが高いんですよね。さらに半分ずらしながらのレンガ張りにしたいので、念のためにコピー用紙で型紙を作ることにしました。はい、そしてこんな感じで型紙が完成しました。単純にまっすぐな壁なら型紙は不要だと思います。作業するテーブルに先客が仕方なく空いているスペースを使ってシニオンを貼りたい仕上がりになるように並べます。で、シニオンの10枚入りのパッケージの裏面にはシニオンと同じサイズの定規がデザインされています。気が利いてますよね。で、切り抜いて型紙とかガイドとして使えるようになっています。レンガ張りするために半分ずらしながら仮置きするときもこれすごく便利でした。そういえばサイズをお伝えしていませんでしたよね。長方形サイズは横20センチ、縦10センチ、縦横20センチの正方形タイプもあります。はい、並べ直しました。そして並べたシニオンの上に型紙を乗せて、どう配置すると見栄えがいいかをシミュレーションしました。位置が決まったらひっくり返して、型紙も裏面を上にして乗せて、で、コルクの面に鉛筆で印をつけておきました。はじめはこの印通りにカットすればいいやと思っていたんですけど、実際貼ってみたらやっぱりね、微妙にずれたりするので、印はあくまでカット位置の目安にしました。貼りながら1枚ずつ定規で測ってカットした方がきっちり隙間なく貼れると思います。とはいえね、今回はちょっとカットの位置が多かったので、並べ方の確認とかカットの目安がわかるという意味では型紙作りは決して無駄ではなかったです。はい、ではカットしていきます。カットするときは切り口が鋭利になるので軍手推奨っていうことでした。そしてこれハサミで簡単に切れるんです。普通のタイルだとハサミでは切れないので、特別な道具不要で DIY できるっていうのは本当助かりますよね。はい、そして貼るのも両面テープで OK。
メーカーさんおすすめの両面テープは2種類あって、こちらは賃貸 OK の貼って剥がせるタイプです。キッチンパネルや鏡などツルツルした面に使えます。壁紙にも使えないことはないけど、国産のビニールクロスは貼れないものもあるらしく、壁紙にはおすすめしないとサイトに書いてありました。それでもね、なんとかなるかなと私はまずこちらを購入しちゃったんですよね。結論から言うと、壁紙にはおすすめしません。初めからそう書いてあるじゃんっていう感じなんですが、うちの壁紙では剥がれるまではいかなくても、翌日見たらね、浮いているところが数枚ありました。で、この後しっかり貼れるタイプも買って使ってみたので、詳しくは後半でご紹介します。ちなみにマグネットとして物を貼りたい時には、両面テープは3本しっかり貼ってくださいとのことでした。私はカットしないパネルにはあらかじめこうして貼っておいたんですけど、枚数が多いと地味に大変な作業かもしれないですね。はい、壁を拭いてから貼っていきます。測って切って貼ってをひたすら繰り返します。表面の保護フィルムは最後に剥がすんですが、剥がしやすいように少しめくっておくといいそうです。コンセント周りはね、正直ちょっと苦労しましたね。何度も丁寧に測ってカットしたつもりなんですが、ハサミではまっすぐ切れない病を患っているので、わずかに斜めになっちゃったところもありました。そして切りすぎちゃったところも。ひとまず貼り進めてみたものの、やっぱり気になるので1枚やり直しました。この時ばかりは剥がせるテープで良かったなと思いました。はい、そんなわけでもう一度測り直してカットし直すわけですが、ここはね、この字にカットしなくちゃいけない場所だったんですよね。で、ハサミだとこの字型にカットってしにくいですよね。カッターも試してみたんですが、やっぱりね、カッターでは切れませんでした。仕方がないので手で軽く折り曲げて、なんとかハサミでカットしました。で、最後の方で気がついたんですけど、コンセントのカバーは外した方が測りやすかったです。当然ですよね。どうして早く気がつかなかったんでしょうか。はい、そして最後に保護フィルムを剥がして、2時間ぐらいで貼り終えることができました。多少の失敗はありましたが、見た目も質感も結構いい感じです。トタンよりはね、断然いいですよね。洗面所がすっきりしました。はい、すごく気に入ったので反対側の壁にも貼ることにしました。ただ、先ほどお伝えしたように、剥がせる両面テープは浮いてしまったので、今度は剥がれない両面テープで貼ることにしました。ちなみにローラーで圧着しても治りませんでした。右側の方は浮かずに貼れてるんですけどね。はい、そしてこちらがシニオンにおすすめな超強力両面テープ。厚さは 0.75mm で、金属の他に木材とかプラスチックなどにも使えるらしいです。しっかり貼れる原状回復はできないタイプ。うちは賃貸ではないんですけど、壁紙を貼り直すっていうのは面倒なので、マステで養生して原状回復を目指すことにしました。今回も鴨居加工士さんのマステを使います。はい、壁をよく拭いてからマステを隙間なく貼っていきます。トタン板の時も鴨居加工士さんのマステで貼っていたんですけど、マグネットで浮かせても落ちることはなかったし、2年間貼りっぱなしでも綺麗に剥がせたので、私的には絶大なる信頼を寄せています。はい、こんな感じで貼り終えました。こちらの壁は障害物がないので型紙なしで進めます。で、こういう角に貼る場合は、まずテープを貼らずにパネルを当てて、角の根元に力を入れて折り目をつけます。結構ね、軽い力で簡単に折り曲げられました。で、折り目がついたら90度になるように整えて、で、テープを貼ります。これ私、テープを端のギリギリまで貼っちゃってたんですけど、サイトには数ミリ開けて貼ってくださいと書いてありました。はい、そしたらあとは貼るだけです。ただ、剥がせないテープは失敗するとマステからやり直しなのでちょっと緊張しましたが、初めてでも綺麗に貼ることができました。そんな感じでどんどん貼っていきます。
障害物がないとね、本当に作業もスムーズでサクサクと貼り進めることができました。角の R の部分だけはパッケージで型紙を作ってカット。おかげでぴったりはまりました。で、まさかの1枚足りない事態に。失敗しなければ足りてたんですけどね。しかも横着してカットなしのところから貼っちゃったので、真ん中を後から貼らなくてはならないということになりました。隙間なく貼れるか若干の心配はありますが、とりあえず追加購入して届くのを待っているところです。保護フィルムを剥がしてひとまず完成。浮いてしまっていたところも一旦剥がして、そこだけマステを貼って超強力両面テープで貼り直しました。念のためローラーで圧着はしたんですけど、圧着は必要ないぐらいしっかり貼れていました。さすが超強力というだけのことはありますね。肝心な磁力はどうなのか気になりますよね。試しにシャンプーディスペンサーを浮かせてみたら、しっかりくっつきました。これ測ったら 650g ぐらいあったんですけど、落ちる気配もありません。で、以前は歯磨き粉ディスペンサーをコマンドタブで浮かせていたんですけど、ついでなのでこれもマグネット仕様に変えることにしました。はい、使うのはセリアの粘着付きマグネットプレート。100均のマグネットプレートって磁力が弱いのが多いんですけど、これは強力タイプなんです。違法性磁石なんですって。コメントで教えてもらったんですが、これ1枚で 2kg の荷重に耐えるらしいです。確かに売り場では他のマグネットシートよりも強力でした。さらに粘着シール付きなのも嬉しいですよね。もちろんハサミでカットすることができます。落ちたら嫌なので念のためにシールフックよりも一回り大きく切って貼りました。はみ出た粘着シールの部分にはクリアファイルをカットして貼って、はい、こんな感じで出来上がりました。あとは歯磨き粉ディスペンサーにセットするだけです。これで無事にマグネット仕様にすることができました。これなら洗う時もマグネットを外せるのがいいですね。はい、ついでにケースの方も貼り替えたいと思います。今まではね、これネオジムマグネットをマステで貼っていました。2年間貼りっぱなしだったんですけど、よく持ったなと思います。貼り替え方は説明するまでもないので早送りします。やっぱりプレートの方がすっきりしますね。はい、当然ながらどちらもしっかり浮かせることができました。歯磨き粉ディスペンサーは自由に動かせるようになったし、夫の電気シェーバーもトタン板の時よりも面積が広くなったことで、より邪魔にならない位置に貼れるようになりました。以前からね、タイルを貼ってみたいと思っていたので、さらにマグネットにする希望も叶えられて嬉しいです。壁全体に貼るだけじゃなくて、単体で欲しいところにだけ貼ることもできるので、浮かせる収納を諦めていた方におすすめです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。